他是连死神方便都不敢招惹的日本不败拳王，出道14年保持着全胜不败，精准的腿法一击必中，被他踢中马上就会进入甜美的梦乡。刁钻可怕的飞膝再加上凶猛如虎的铁拳，让所有对手只要遇到他都只有挨揍的命。他就是日本不败拳王步步宏松。在1989年，步步宏松和他的弟弟步步公野出生于日本东京。3岁起便开始练习空手道，这一练就是足足14年。在17岁时夺得了全国空手道大赛冠军。在07年，他进入到正式联赛当中，首场比赛就表现炸裂，仅用了1个回合便 KO 了他的对手，至此开始了他的不败生涯。2018年到2010年2年时间，他便斩获了8连胜的不败战绩，任何对手只要遇到了他，都会被他1回合之内当场干掉。然而在一场比赛当中，他把中国选手直接 KO， 仍然是没有停手。赛后也是嚣张表示，没有一个中国人可以站着走出他的擂台，除了投降别无他法。然而这一次他却惹到了不该惹的人，碰到了中国战队中的中国队长郑军锋。好的，亲爱的观众朋友们，那么这一场比赛没有错，中日对决，蓝方选手正是步步宏松，而红方选手则是我们的中国队长郑军锋。这一场比赛呢，也是一次中日友好交流啊。你会发现很奇怪，只要是涉及到中日友好交流啊，这个交流的比赛都非常的不太友好。那么这一次郑军锋也是带队啊，带着死神方面、秋吉良等前来大战日本一众高手。这场比赛就是郑军锋与步步宏松的。相信你也看到赛前步步宏松这个实力啊，确实不是盖的，而且面对这个中国选手，眼中充满了轻蔑，因为他觉得中国这个自由搏击起步啊，比日本晚太多了，想战胜日本选手，这是一件很困难的事情。那具体到底困不困难，让我们一起来看比赛。好的，目前为止的话，双方选手的进攻还是十分凶的。郑军锋啊，打法是非常立体的啊。步步宏松呢，空手道出身，相对来说他这个腿法可能是比他这个拳法要厉害一些。走り込みだけの合宿やったりとか、そういった部分ではかなりまたトレーニング方法を変えて、臨んできたってことは言ってたので、そういうところはね、やっぱタイガ選手はやっぱね、タイトルマッチもやっぱり負けはしません強くなってるっていうところ見せてたんで、そういったところをこの試合でも見たいですね。中国武術の型はトーロというそうですが、その複合の技ですよね、連続する。それが、さあ、ベースというのが陳中堅。佐々木さん、どんな風に出だし見えますか？いや、ジュンフェン選手の動きがめちゃめちゃ速いですね。はい。あと、さっきのああいう膝蹴り、飛び膝とかも怖いですし、浦部選手はどうやって戦っていく？好的，腿弓拉开距离。郑军锋啊，还是比较喜欢打这个后手进攻，将对手推开之后，再衔接自己的攻击。相对而言，步步宏松的攻击，有一些发愣啊。我不知道是不是这个中日双方的选手啊，这个進攻的路数不太一样的原因。浦部選手がガクンとこうずれたんですけど、もうこれもパワーの差が全然違いますね。あれでわかるんですね。浦部選手はでもスピードは負けてないので、今もよく見切っています。右ハイ4、そして速射砲と準中堅、リロコール、ヒーローコールにも聞こえます。ティーク種目フィジカルがすごいんで、本物のテクニック学んだらちょっと怖いですね。いや、ここからまたさらにってことですよね。まだ歩けてないところが見えてるんですけど、これが本当にテクニック完璧だったらちょっと怖いな、本当に。他の競技同様、本腰を入れれば何でも強い。好的，第一回合比赛正式结束。第一回合啊，双方选手还是主要以试探为主。步步宏松自己心里也是有一些底气的啊。好 ，OK， 让我们来看一下第二回合。フラッシュの戦い。さあ、第2ラウンド。青いグローブ、日本の大将、広高に、マンチで詰める。準々ペパワーでもいますね。そうですね。一撃が、ね、またトリッキー。何を繰り出してくるかわかりません。結構だ全部こうフルパワーで打ってるんで、そういうところはまだあんまり上手くないかなと思うんですけどね。そこをちょっとどうバランス崩していくか。
右ストレートから浦部です。浦部選手もものすごい調子いいと思うんですよ。はい。あとはどうやっていくかですよね。きっちり今回、その自分のいけない部分ですね、すぐ修正するということを心がけてきたようです。いやでも打ち合い、前蹴り。那么卜部宏松的弟弟卜部公野呢，这2年在这个日本擂台上啊，也是比较亮眼。这俩兄弟全是打拳的啊，个个跟顶个的厉害。好的，让我们回到比赛，卜部宏松还是想将我们的郑军放往内围去逼啊，但是很明显郑军峰是比较跳脱的，这个从那个内围范围拖出来很快。何かを捨てて何かを得るという局面もこれあるかもしれませんね。いやー、熱はすごいですね。ヒリヒリするようですね。ちょっと出して。ナイス見た。ああいうテクニック、細かい技はあんまり高さ今まで出したことなかったんじゃないですか。これを、この一番。そうですね、足へのひた蹴りとか、あんまり出してないですよね。そうですね。大事な大事な再起戦です。第2代 K1 ワールドグランプリスーパーフェザー級チャンピオンでもある浦部一の方、28歳になりました。そこにローキック、J10 点、ローを返します、浦部。いいですね、このラウンドロー、取ってますね。とにかくローですよ。はい。OK， 再一次避开。郑军峰的打法啊是比较这个死板的气势，这也是郑军峰的短板。他经常是擅长用腿部将对手逼开之后，然后马上衔接自己的进攻。但是这个卜部宏松啊也反应比较愣，所以说郑军峰这个短板其实没有太暴露。今その宮田、フェイント大きく見せての準々フェイントです。畳場内ミロコール。インドちょっと途切れました。これ左足のダメージ、浦部どうですか？大丈夫です。しっかりと自分の軸を作って、もう一回ローをしっかり蹴ればいいです。軸を作ってという浦部、あと10秒を切りました。ロー当てて、少しでもいいから蹴る。ストレートから、パンチから来ましたね。ここも持つべる。ゴングが鳴らされています。好的，第2回合比赛正式结束。郑军峰啊，其实打到第3回合体能是有一些下滑了，但是不重要。让我们来看一下第3回合。これでいいです。浦部君の弟がついてるんで、しっかり的確なワークはしてると思いますよ。いつもその分析するのは荒野選手。賢いので。いいです、今のでローどんどんあればいいですよ。熱くなりすぎず。そう。しっかりブロック固めて、打ってきたところに狙って。固めてますね。その後で、インドジャブは左。ローにしよう。そう。右ローですね。ここで来ています。これ前足、ロー聞かされるとパンチに力入らなくなるんですよ。はい。だからローはね、これでいいんですよ。ちょっと足上がりましたね。あとは右のね、思いっきりぶつけてるストレートですよね、先生が。好的，漂亮，再一次的闪躲，连续的低扫腿。卜部宏松这时候反应过来了啊，他也开始频繁的用低扫了。还是希望这一场比赛我们的郑军峰能 KO 掉卜部宏松啊。これ相互効果。ロー当てる。今ロー当てたい。裏目前に出る。左膝で来ました。まだロー。まだそうですか。佐伯さんは何が見たいですか？いや、でももうやっぱり、ね黒高選手のやはり浦部の攻撃。そうですね。どんどん攻めて。なぎ倒すようにします。から強いな。話が残念。赤いものが見えています。浦部広高。ちょっと時計も見ました。ダブとも言うけど。これ途切れました。圧力自体はかけてるんですか、浦部は。嫌がってますよ、完全に。完全に嫌がってるんで。そスポしたい。誰の範囲。出させて蹴るか、自分から軽くパッチ打ってから出すか。我觉得刚才那一击平勾的话不算是击倒啊，倒像是大力把这个卜部宏松给丢出去了。所以说卜部宏松还有这个站起来的机会。刚才那一拳要是命中击倒的话，我觉得比赛到现在已经结束了。一発をね、狙ってるんだと思うんですけど。そう、そこに攻撃を出さないことにはね。日本のクラッシュの対象です。浦部広高飛び膝。
ロープに追い込んでの攻撃。ここから空手土台、上段の蹴りもあります。鍋。左インド、左ミドルは J 中フェイ。そこに右にカッパ。幅に切りをした。サイストレート。すべての武器を。ゴムに持ち込めるかどうかは、バニーザ。日本の大将にかかっています。明らかにJ 中フェイ。裏目のパンチ、右ストレート。好的，虽然说第3回合卜红松的进攻啊开始加强，但是前2回合的优势他确实也是没打出来。OK， 让我们来看一下最后的判定结果。好的，这个时候还是比较磨人的啊。卜红松其实心里也清楚自己在最后的这2下，其实打的一般。好的，前2回合的优势，第1回合已经给到郑军锋。看一下第2回合。OK， 第2回合也是给到了郑军锋，非常非常的好，让我们恭喜郑军锋拿下了这一场比赛的胜利。那么亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。